こんにちは。モンハンドス攻略、パート5始めていきます。前回は沼地の攻略を進めて、ポイズンタバルジンを作成しました。今回はこの新装備を携えて、村の攻略を進めていこうと思う。村の噂になってる黒い翼のモンスターも気になります。大ごとにならなければいいんですが。早速だけど、今は素材集めのための寄り道をしているよ。沼地の洞窟部分に来てる。ここは大量のメラルーがいます。採取をする前に掃除必須ですね。こいつもモンハンドスの小型らしく、かなりヤバい敵だよ。出現数が尋常ではない。攻撃もしつこいので、放っておくとガンガン盗まれます。早急に駆除が必要ですね。片付けたら採掘しよう。目的はここ。陽鉱石ばかりですが、ちゃんと取れるでしょうか。おっと、来ましたね。排水晶の原石です。多くのハンターを苦しめてきた運搬物の一つだ。納品クエは嫌な印象の人も多いんじゃないかな。モンハンドスも納品が面倒なことには変わりないけど、使用面では多少マイルドになってるね。運搬がメインターゲットのクエがないんですよね。通常クエはすべてサブタゲのはずです。水晶クラスは1個納品でサブタゲ達成なので、素材集め自体は意外に楽だったりします。排水晶はこのゲルスさえ負ければってところだな。先行が来ないことを祈ろう。運んでる時はモンスターに狙われやすくなります。運搬の達人でさっさと通り抜けちゃいましょう。危ない危ない。2歳抜けちゃえばクリアも同然だよ。1は運搬中もアプトノスだけになります。こう見るとかなり良心的ですね。ドスにしては優しいよね。じゃ、さっさと納品しちゃおうか。よし、完了と、これでサブタゲ達成だ。サブタゲなので、支給品もしっかり追加されます。条件が重いとアイテムも豪華です。ただ、支給専用ばっかりなので、こちらは特に旨味がないですね。運搬した後ゲリュス倒すのだるいしね。サブだけ達成するのがほとんどだろう。さあ、では肝心の報酬タイムです。狙う素材は一つのみ。おお、紙が2枚ある。噛みすぎ噛みすぎ。いいですね。宝石券は 32% なんですが、2枚出てくれるのは運がいいです。これは、後々3枚使う予定があります。この分なら2回で済みそうですね。何度優しめとはいえ、運搬ばっかりするの疲れるからね。これは助かった。さてと、それじゃあ本筋の方を進めていこうか。新モンスターが追加されてる。ババコンガがここで登場ですね。この子はモンハンドスが初登場です。武器は毒束を担いでるよ。ちゃんと通用するかな。では、行ってみましょう。いたいた、こいつは久々な感じしないな。最新作で出てますからね。あちらではだいぶふさふさしていました。ババコンガについては一応モンハンドス新骨格でしたが、降格種ほどは騒がれなかったと記憶してます。どっちかといえばコンガのがうざかったね。ババの方は結構いいモンスターだと思うよ。ガジューシュは他に強烈なのが多いですしね。ラーもいるからね。オフラインだと会えないけど。さて、早速ですがファンゴの対応に追われております。ここにも厄介なガジュいました。こいつはどこにでもいるな。切れ味持っていかれるのがだるいわ。さて、掃除は完了した。ようやくババコンガに向き合えるよ。この子は若干惨劇有利な肉質してますね。頭だけは打撃のが柔らかいですが。正確に頭が狙えないと、ハンマーじゃちょいきついね。大黒界の力不足を感じ始める頃かな。ズンタバであれば、毒でじっくり削ることもできる。時期的にもちょうどいいね。スティックでの片手操作は結構難しいんですが、頑張って攻撃していきましょう。片手は特に欲張りすぎないのが重要な武器だ。調子乗ってボタン連打しないようにしたい。火力は結構ありますからね。早めの回避を心がけましょう。ババコンガ君の火力もまあ高いからね。大技一発でも食らうと厳しいぞ。基本は前足狙って転倒を取っていきたいかな。V 破壊も狙えるしね。ババ君が何やら周りの様子を伺ってますね。キノコでも探してるんでしょうか。いや、これはどうやら移動するみたいだな。切れ味落ちたタイミングだし、ちょうどいいっちゃいい。相変わらず移動までが早いですね。じゃあ、トイレ追いかけましょう。さあ、追いかけてきたよ。しっかり毒が継続してるね。毒はめちゃくちゃ強力ってわけではないですが、手出しできないタイミングで崩れるのはいいですね。後半にはダメージソースとしても有用になるし。ここで怒り移行したか。ここからは立ち回り注意だな。攻撃スピードが跳ね上がりますね。突進ではめ殺されるとかザラです。
通常時以上に回避に気を配るようにしましょう。欲張るのは厳禁です。基本的に正面に棒立ちは NG だね。狙うのは引き続き前足だ。この殴りながら倒れる攻撃が最も高威力になります。怒り中のこれだけは食らってはいけません。防具はずっとバトルのままだからね。もちろんこっちも更新はしたいんだが、この辺って有用なスキルを持った防具がほとんど追加されないのよね。スキルの系統自体はいいけど、ポイントが盛りづらいことが多いですね。それとシンプルにリソースの問題もあります。防具更新に割いてる時間も金もございません。次の防具までにはまだまだ時間がかかる予定だよ。それまではなんとかバトルでしのがないと。適宜強化しつつ、ごまかしいきましょう。さて、あの後ほどなくしてまた移動してきたぞ。本当に数分きっかりで移動するな。これが当時、定時退社と揶揄された仕様ですね。モンハンドスはとにかく移動が多い作品でした。この時は一方通行のマップも多かったので、追いかけるだけで1分以上かかるとかザラでしたね。で、移動中に発見状態切れたりしてね。ペイント忘れると地獄だったよ。そういえば、バイルズも移動多かったですよね。あれって改善されたんでしたっけ？ぶっちゃけ最近遊んでないからわからんけど、ベータテストの時からは修正されてたはずだね。ワイルズ、マギアはさすがに触る予定ではあるけど、そこで完全に復帰する未来は正直見えないな。動画でワイルズに触れるの明らかに減りましたからね。我々的には発売前が一番盛り上がってたかも。我々、ワールドの初期はトロコンまで遊んでたんですが、あの時と何が違うんでしょうね。コンテンツの量は大差ない気がするけどね。ゲームの根本的な部分なのかな。少なくとも、レビューほど悪いゲームとは思えないが、何か物足りないのは確かだな。今は悪評に乗っかってる悪評が増えてる気がしますね。根底はモンハンだし、悪く言うつもりはないんですが。やっぱり G 級を待つほかないんですかね。少なくとも1年以上は空くと思いますが。我々としては待つほかないね。さて、結構いい時間になってきたが、残り体力はどんなもんかね。おっと、終わりましたね。3エリア目で討伐でした。おお、悪くない悪くない。さすがはポイズンタバルジンってところか。緑ゲージの短さが気がかりだったんだけど、意外と戦えなくはない範囲だな。ようやく砥石高速が生きてきますね。大国会ではちょっと持て余し気味でしたので。さあ、これで今出ているモンスターは大体終わったぞ。ストーリー的にはそろそろ進行するはずだ。例の黒い翼の情報、続報はあるでしょうかね。村に戻りましょう。さあ、戻ってきたんですが、特に赤吹き出しはないですね。ふむ、一旦村長に話してみるか。村長も黒い翼の噂は聞いてるそうですが。なるほど、出所は行商ばあちゃんだったのか。村の外の情報って大事だな。ってことで、まずは行商ばあちゃんを村に召喚しよう。青吹き出しこなさないと。達成が楽そうな依頼を探しましょう。はい、ということで召喚してきました。赤い吹き出しを持っています。この人が直接姿を見たのか。機動力低そうだけど無事でよかったな。金属みたいな質感ね。そりゃ確かに一般モンスではなかなかいないな。で、すんなり情報を教えてくれると思いきや、どうやら依頼をこなさないといけないようです。この辺はしっかり承認してるね。おいても証拠たくましいな。ただ、このために素材はすでに揃えてある。さっさと教えてもらおう。情報は村長に渡したとのことです。加えて、九段のモンスターの専門家も来るとか。古竜だの古生だの言ってたと、その二つ聞き間違えるかな。あ、いたいた。これが専門家っていう細身のお姉さんか。中盤以降の最重要人物ですね。どうやら村長のお知り合いのようです。はい、モンハンドスのキーワードが出てきましたね。いよいよ古竜がストーリーに絡んできます。厳密には以前から古竜種モンスターは登場してるが、種でくくられるのはモンハンドスが初だね。これまでは竜と竜でなんとなく分けられてましたが、古竜種とくくられるとやばい奴らという感じが出ます。古竜だけを専門で見ている期間があり、この方はそこに属しているそうですね。で、どうやら噂のモンスターは相当やばいらしいね。すでに村が滅びるかどうかの瀬戸際みたいだ。古竜とやらがもうすぐそこまで迫ってるようですね。割と急展開に感じますが。流れ的に我々が古竜を退治できないと、ジャンボ村を放棄するしかないのか。古竜についてほぼ知らないのに結構無茶言われてるな。というわけで、クシャルダオラの撃退クエが出現しました。これまでのクエとは違う異質さを感じますね。出てすぐだけど速攻で受注していく。村のピンチに準備なんかしてらんねえぜ。防御66でもこの強気です。果たして無事に撃退できるか。よし、始めていこう。初の古竜クエなんでアドバイス入るよ。ここは古竜クエストのシステムについて教えてくれます。
一定体力削れれば撃退になる話ですね。この当時は撃退がある分、体力が非常に多いです。新品の古竜を1クエで削り切るのは難しくなってます。さて、どうなることやら、とりあえず豪華な支給品をいただいて、いざ。さあ、クシャルダオラ戦だ。ようやくパッケージモンスターのお出ましだね。獅子に翼を持った姿、いかにもファンタジーのドラゴンといったところですね。とりあえず、毒投げナイフを当てていきます。毒にすればまとう風が消えます。初期のクシャルはダメージソースとしても毒がよく効く。状態異常だが弱点と呼べるかもね。ここまでのモンスと雰囲気が違いすぎるが、果たして今戦うべき相手なのか気になるね。クシャルは全体的に肉質が硬く、弱点と言えるのは頭くらいしかありませんね。頭は物理的にかなり小さいので、的確に攻撃を当てるには慣れが必要です。勢いで毒束持ってきちゃったけど、これなら大国会の方が良かったかもな。まあ、初戦に関しては、ぶっちゃけどうとでもなりますから。そうね、なんだか攻防面も気持ち控えめな気がする。おっと、ここで頭ひるみが入ったか。結構手数がいるね。片手自体はクシャルとの相性は微妙ですね。やはり一撃が重い方がいいです。さあ、ダウンから復帰しましたが。はい、おしまいと。クシャル初戦、1分で終了だよ。毒ダメで撃退ラインまで行きましたね。ちょっと拍子抜けです。この初戦についてはかなり撃退まで早く、ほぼ顔見せ程度のクエストになってます。多分、毒ダメプラスアルファで終わるようになってるよね。これで2500ゼニーもらえるからうまいクエだよ。これで、とりあえず村は安心だと思いますが、クシャルの動向は気になりますね。当然、これだけじゃ終わらないよ。じゃ、一旦戻ろう。お姉さん、撃退してきましたぜ。1分で終わりましたよ。多分村長でも撃退できると思います。それどころか、ナイフ投げれれば誰でも。で、今はそんなことはどうでもよろしい。クシャルはどうなったんだ？どうやら最新情報があるみたいですよ。密林の次は砂漠に行ったみたいですね。出巡から乾燥まで忙しいやつだな。クシャルって結構いろんな環境に適応できるよね。それで、出現は夜限定か。ちょうど今夜だな。このまま行っちゃいますか。やることは密林と変わりませんし。おりゃ。はい、砂漠もおしまい。一応1エリア撃退だったね。密林よりは撃退ラインが高くて少し苦戦しましたが、なんてことない戦いでしたね。それにしても、また撃退止まりでしたが、彼はいつ倒れてくれるんでしょう。言っても天下の古流だからな。もうちょいかかりそうだよね。じゃ、また戻ってお姉さんに話を聞きましょう。さ、戻ったぞ。クシャルの居場所を教えてくれ。そろそろ討伐までこぎつけたいんですが、クシャル君の住処はわからないんでしょうか。古流って個体数少ないだろうけど、種族ごとに決まった縄張りとかあるのかね。ゲームだと同じ場所に何回も出てきますけど、現実にはバラバラそうですよね。おお、新しい単語が出てきたね。雪山か。氷雪地帯のマップはモンハンドスが初登場になります。合わせて氷属性もここが初登場です。最初期は氷吹きは全部水属性だったよ。フロストエッジとか違和感すごいよね。で、ここで新モンスターも何体か追加される。レイヤとフルフルが確認できるね。本当はドドブランゴも追加されてるんですが、今は寒冷期なので雪山には入れません。この流れデジャブだな。クシャルのクエもないから追いかけることもできないよ。しゃあない、今回はここで締めようか。さあ、パート5にしてメインモンスが出てきたね。結構唐突だったな。砂漠の通称路を開放しといてよかったですね。人や情報が集まるようになったからこその進展です。次回からは強力な飛竜種が出現してきます。作れる武器の幅がさらに広がりますよ。素材集めとお金稼ぎは裏でやってるんだけど、このゲーム報酬金低いから大変だよ。そこは頑張るしかないですね。今後のためにも装備は妥協せず行きましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。